皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は前回ドイツのジャーマンメタルバンドレイジを紹介しましたが、アメリカのレイジといえばレイジアゲインストザマシーンということで、今回はアメリカのレイジを解説していきます。最近リンプビズキットのライブもあったみたいなので、彼らが影響を受けたレイジアゲインストザマシーンの紹介もちょうどいいですよね。ただ一つ懸念なのが、レイジアゲインストザマシーンのベーシストであるティム・コマーフォードは、リンプのようなくだらないバンドに影響を与えて申し訳ないと語っているので、何とも言えませんが、このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。最も偉大なロックバンドの一つとされているレイジアゲインストザマシーンは、1991年、ボーカルのザック・テラロッチャ、ギターのトム・モレロ、ベースのティム・コマフォード、ドラムのブラッド・ウィルクの4人によって結成されます。レッド・チェッペリンとパブリック・エナミーの融合と呼ばれる特徴的なサウンドは、パンク、ヒップホップ、メタル、ファンク、ロックの音楽を全く新しい方法でミックスし、当時のロックシーンに革命を起こします。レイジアゲインストザマシーンというバンド名は、機械に対する怒り、機械とは社会のことで、憎むべきものすべてを意味し、警察の暴力、経済機構、社会組織や大資本といった理解力や慈悲のない社会構造のことを意味しており、彼らの歌詞や活動にもしっかりと表現されています。人種差別の問題や警察の残虐行為に対する彼らの政治に対するストレートな歌詞は、今もなお全米の都市で深く反響を呼んでおり、音楽活動だけではなく政治活動も行っています。メキシコ系アメリカ人とアフリカ系の血を持つボーカルのザックは、警察の暴力に対する批判や農場労働組合の運動を通して主張していた父と反戦活動家である母の間に生まれます。白人中流階級中心の保守的で人種差別のまかり通った社会で育ったザックは、自然とパンクやロックという音楽や文化に惹かれていき、1986年、インサイドアウトというパンクバンドを結成し、その後、レイジアゲインストザマシーンを結成することになります。また、ザックは10代の頃にベジタリアンになったと語っており、菜食主義っていうのは本当に素晴らしいことだと思う。僕は強く支持するよ。僕が思うに、動物は食肉処理場での死のサイクルを通して多くの痛みを経験するんだ。殺されるために生きてるんだよ。僕はそんな動物を食べなくてもいいと思うんだ。食べ物は他にもたくさんあるし、自分たちをそんな痛みや死のサイクルに関わらせる必要はないんだ、と話しています。最近、よくインターネットでベジタリアン論争の話題が回ってきますが、個人的に思うのは、本人だけがザックみたいな考えを持ち、自分だけベジタリアンになるのはいいとは思いますが、ネットに上がっているベジタリアンの人たちのような、周りに強要したり、肉を食べる人を軽蔑するのは違うと思います。食べ物を粗末にすることは絶対にダメですが、生きていく上で肉を食べることは自然なことだと思います。話は戻り、ギタリストのトム・モレロは、ケニアの政治結社マウマウ団の幹部、ケニア初の国連代表でもある父親と、公民権運動、検閲反対運動をしてきた活動家である母親の間に生まれます。ハーバード大学社会学科を首席で卒業し、その後、クランストン上院議員の秘書もしていたインテリでもあるトムは、17歳で本格的にギターを始め、レッド・チェッペリン、ランディ・ローズ、チミヘン、クラッシュなどに影響を受けます。1991年8月にバンドを結成した彼らは、自主制作で12曲入りのカセットを半年で2万本売り、
多くのメジャーレーベルからのオファーを受けることになります。その中には、マドンナからの直接のオファーもあったそうですが、俺たちは、マテリアルガールとも彼女のレーベルとも関わるつもりはない、と一周。マテリアガールとは、男性からの愛情やロマンスより、お金や物を重要視する女性、お金を持つこと、物を持っていることが全てだと思っている女性のことを言います。そんなクソみたいな考えのクソ女を一周するレイジはかっこよすぎますよね。さすがロックだ。マドンナマザーファックと叫びたくなりますよね。最終的に彼らが嫌うエピックソニーという大組織レーベルと契約したのですが、それには理由があり、クリエイティブ性を自分たちで 100% コントロールできるのなら、大組織を通して地球に俺たちの音楽と思想を届けることができるというのが彼らなりの結論だったようです。彼らは頭がいいですよね。自分たちを売り込めるのなら、世界中の人たちに自分の思想を訴えることができるのならという、もはや音楽活動というより政治活動ですよね。そして1992年、ファーストアルバム、Rage Against the Machine で衝撃のデビューを果たします。ジャケット写真に写っているこの男は、アメリカ政府傀儡の南ベトナム政権による仏教徒差別に反対するため、1963年に焼身自殺した僧侶の写真が使われています。社会、政治に対する反発心はまさしくパンクそのもので、歌詞の内容は過激な政治的メッセージや猛烈な社会批判をしており、ここまで真っ当に痛烈に批判していたら、聴いている身としても気持ちいいですよね。ザックの感情をぶちまけた歌声と、トム・モレロの変態的ギターサウンドは最高にたまらないですし、なんといっても2曲目のキーリング・イン・ザ・ネームはもう最高ですよ。この曲を聴いて刺さらないメタルファンはこの世に存在するのかと言いたくなるほど、彼らの全てが詰まった超名曲で、彼らの曲の中で私が一番好きな曲です。最後にザックがマザーファッカーと叫ぶのですが、結構癖になるんですよね。歌詞の内容はというと、お前ら、警官は言われたことをやっているだけだ。世間は、殉死した警官を正義扱いする、特別な白人というわけだ。十字架を燃やしてるのと変わらないような警官がいる。正義の名のもとの殺人だ。言われたことをやってるだけの言いなりなんだよ。死ね、俺は、お前の言いなりなんかにはならないからな、マザーファッカー、といった内容です。おそらく、一般の人からすると過激な歌詞だ。こいつらは、なんてことを言うんだ、と思うかもしれませんが、メタル魂を持つ私たちからすると、こんな感情って昔から持っていますし、自分たちが思っていることを世間にぶちまけてくれた、よくやった、と称賛ですよね。音楽を通して、自分たちの考えや思想を世界に発信するって、すごく勇気のいることだと思うので、彼らは、やはり本物のロックバンドであり、最高にクールな集団です。1996年4月には、セカンドアルバム、イーブルエンパイアをリリースし、全米初登場1位を獲得します。このアルバムのタイトルである、邪悪な帝国という言葉は、もともと、レーガン元大統領が旧ソ連に対して放った言葉らしく、強い国、アメリカを目指したレーガンがソ連をそう呼び、軍事力を強化する必要があるとするために用いた言葉だそうです。ザックは、それを逆手にとって、アメリカこそが邪悪な帝国であると言っていて、ジャケット写真の健全そうな少年は、その象徴として登場しており、外見は健全そうに見えて、実態はその逆であることを言っています。また、その少年の笑顔からは、支配することなどいとも簡単であると言わんばかりのようでもあり、逆に、その笑顔の奥には、この先の不安を読み取ることもできる、とザックは語っています。アルバムの内容はというと、ファーストアルバムの延長上の作品ではあるものの、前作よりかは少し地味な印象を感じます。しかし、メッセージ性は政治的な意味で、放送禁止用語だらけの怒りに満ちた歌詞で、テレビ番組に出演した際には、
一部の歌詞をカットされ、メンバーは激怒したそうです。1997年には来日を果たし、富士ロックフェスティバルに出演。日本のファンにも圧倒的な存在感を見せつけ、レイジの嵐が巻き起こったのか、雨が降り台風が起き、会場中でモッシュが湧き起こるといった異様な状態だったそうです。その後、数々のライブやテレビ番組に出演し、1999年、待望のサードアルバム、バトルオブロサンゼルスをリリース。もうタイトルからして笑っちゃいますよね。実際、アルバム名通り、これは、レイジからアメリカへ向けた挑戦状で、翌年の8月、ロサンゼルスでは、米大統領選のための民主党大会が行われ、この初日に、レイジがゲリラライブを敢行。トムは、今回の大統領選挙は、価値のない2人の候補者の争いで、どちらが勝っても、いい結果になどならない。俺たちは、今回の選挙のプロセスから取り残された人たちをサポートするために、このコンサートをやるんだ、と言い放ち、会場に集まった人たちを大いに沸かせます。全9曲を演奏したレイジは、さらに挑発します。向こうで行われているショーは、ソールドアウト、魂を売っているんだ。我々の民主主義は乗っ取られてしまった。我々のストリートは、民主党にも共和党にも引き継がせない。この街は我々が築き上げた。奴らが我々の望むものを与えなければ、我々はこの街を潰すこともできるんだ、といったメッセージを会場に投げかけます。この宣戦布告的なゲリラライブ、めちゃくちゃかっこいいですよね。痺れます。コンサート自体は無事に終了したそうですが、機動隊が聴衆を解散させようとした時に小競り合いが起こり、暴動に発展したそうで、10人が逮捕され、40人近くが怪我をするといったことになってしまったそうです。死人が出なくてよかったとはいえ、ライブというよりデモに近いですよね。政治や思想を音楽で伝え、世界中で闘争を巻き起こした彼ら、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンでしたが、2020年10月、ボーカルのザックが脱退したことによりバンドは解散し、ギタリストのトムはこのように話します。レイジが音楽に込めたメッセージや主義主張が政治活動の領域にまで持っていけたということが最大の成果である。商業的に成功したレイジの一挙手一投足が報道され、彼らが参加したデモなどが MTV のニュースで流れれば、たちまちレイジが取り組んでいる問題が我々に知れ渡る。まさしく、レイジは音楽を政治の領域に持ち込むことに成功しているのである。もちろん、彼らだって全てのファンがレイジの主張に耳を傾けているわけではないことは知っている。しかし、たとえレイジの音楽だけが純粋に好きだというファンも何かがきっかけでザックの歌詞に注意を払うようになるかもしれない。だからこそ、レイジは常に大きな網を投げてできる限り多くの人に彼らの主張を届けようとしているのである。バトルオブザワールド、レイジはすでにロサンゼルスだけではなく地球上の至るところで闘争を続けているのである、と話します。世界と戦う政治活動としての音楽、それがレイジの存在意義であり、今の腐ったアメリカだけではなく、考えることをやめてしまった、テレビやネットの情報だけを鵜呑みにしてしまうような人が増えてしまった日本にも届けるべき音楽なのかもしれません。私たちの未来は私たちが握っているんだ。今を生きる私たちが、これからの未来を作っていくんだ。私たちが発信し行動し、政治や国を動かさないでどうするんだ、という気持ちをもたらしてくれる音楽。それがレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンなのです。闘争心むき出しの破壊的サウンドで、世の中の腐った野郎をぶちのめす、レイジのファーストアルバム、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンは超名盤ですので、まだ聞いたことがない人はぜひ聞いてみてください。2曲目は、マジでかっこよすぎて鼻血が出てしまうと思うので注意してくださいね。それでは、皆さん、良いメタルライフを。